今日はフットコースの全工程からハンドマッサージまでをお届けします。両方のメニューに加えてボディとヘッド全部施術をしたい方は120分のメニューを選択してください。当店でも120分を月に1回受ける方が一番多いです。ではまず足の方、反射の解説しながら施術していきたいと思います。まず心臓の反射ですね。血流の流れを整えるためにまず心臓から施術していきます。次に腎臓、今強さどうですか？いい感じ。もっと強くてもいける？強くなくて大丈夫です今ぐらいですね。腎臓から尿管、膀胱、尿道とつなげて施術していきます。むくみが気になる方とかはこの腎臓、尿管、膀胱、尿道のエリア念入りに施術してみてください。指の先が全部前頭洞ですね。鼻の奥の空洞になります。副鼻腔の反射とも言われてますね。鼻の周りのエリアになります。親指の側面が鼻の反射、前側全体が頭、大脳になります。脳下垂体点押しです。反対側側面、三叉神経、小脳で、親指の付け根が首の反射になります。人差し指、中指が目の反射ですね。左足は右目になります。薬指、小指が耳の反射、こちらも左足は右耳の反射になります。で、甲状腺、親指の下の膨らみ、縁に沿って甲状腺、そしてこちらが副甲状腺で、次、肩の筋肉、僧帽筋ですね。僧帽筋の下が肺気管支のエリアになります。肺気管支の反射ですね。腎臓のちょっと上を狙うように副腎、そして脾臓の反射になります。胃、膵臓、十二指腸、息に流します。で、土踏まず全体が小腸ですね。小腸を囲むように大腸の並びですね。横行結腸、下行結腸で S 字結腸に行きますね。 S 字結腸、最後に肛門を点押しします。かかとが生殖腺の反射です。かかと全体、
腰回りの反射になりますね。あと失眠っていうツボもあります。今失眠を押してますね。足の側面、胸椎、腰椎、仙骨、背骨の並びですね。こちら一気に流していきます。前立腺、子宮、尾骨、股関節から直腸の反射ですね。反対側側面、肩関節、こちら肩こりの方しっかり流してあげると気持ちいいですね。下側が肘、膝関節、睾丸卵巣で尾骨で股関節、下腹部の反射を流していきます。足の甲ですね。まず横隔膜の反射、そして、扁桃腺、下顎、上顎、喉、声帯、三半規管を一緒に流します。真ん中が胸部になります。で、上半身リンパ、下半身リンパ、足首を流します。足つぼを受けるときは足裏の反射区を施術することで内臓や体の各器官に刺激を送って体全体を整えていくというイメージを持ってください。足つぼは押されると痛い場所で体の悪いところがわかるというイメージが先行していますが、それよりも先ほどお伝えした正確な足つぼを受ける意味を理解して施術を受けてもらうときっと受け方が変わってくるので効果も高まりますし、ご自身の体調としっかり向き合える時間になるんじゃないかなと思っています。
では右の足裏いきますね。先ほどもお伝えしたように、足つぼを受けるときは足裏の反射区を施術することで内臓や体の各器官に刺激を送って体全体を整えていくというイメージを持ってください。特に内臓ですね。内臓は特定のホルモンを作って貯めて体全体に放出するという役割を持っているので、ホルモンバランスを整えたいと思っている方は適切な力加減で足全体を丁寧に施術することをお勧めします。では右足腎臓から始まります。腎臓、尿管、腎臓から尿管に伸びて膀胱に行きますね。膀胱、そして尿道を流していきます。指の先が前頭洞ですね。指の先全部が前頭洞です。親指の側面、鼻、で前面が頭大脳です。で脳下垂体で三叉神経、小脳、親指の付け根が首の反射区になります。そして人差し指、中指が目の反射区ですね。右足は、左目になります。で薬指、小指が耳の反射区です。左耳になります。で甲状腺、副甲状腺で肩の筋肉、僧帽筋の反射区ですね。これしっかり指の先から流してあげると気持ちいいです。僧帽筋の下が肺気管支の反射区になりますね。で肩周りが疲れている方はちょっとここをしっかり施術するようにしています。今副腎ですね。で右足は肝臓、胆嚢の反射区が入ってきます。で胃、膵臓、十二指腸全部一緒に流します。そして、土踏まず全体、小腸ですね。右足の大腸の並びはまずこちら上行結腸、そして横行結腸になります。でかかとが生殖腺の反射区です。足の側面、内側ですね。
胸椎、腰椎、仙骨一緒に流します。こちらも気持ちいいポイントですし、上半身が凝り固まってるなというか感じる方はしっかり流してあげるといいと思います。前立腺、子宮、尾骨、股関節、直腸の反射区ですね。で肩関節、肘、膝関節、睾丸卵巣、尾骨、股関節から下腹部の反射区ですね。足の甲、まず横隔膜の反射区です。横隔膜で、扁桃腺、下顎、上顎、喉、声帯と三半規管を一緒に流します。真ん中が胸部、最後に上半身リンパ、下半身リンパ、足首の周りを念入りに上に流すように流していきます。
私の手が冷たいからかも。あったかいとやっぱり香り立ってくるよね。私は香り感じるけどね、今ね。やってる人の方がうんうんうん。あ、してきました。香ってきた？ローズが。ハンドマッサージをしている時は、実は腕や手のひらよりもその先に続く肩や首に意識を向けていることが多いですね。ひどい肩こりや首のこりによって腕や指先の方がしびれたり不調が出る方もいらっしゃるんですけれども、反対に指先から筋肉を緩めてあげることによって肩や首の不調がより緩和することもあるので、施術は気になる場所だけを行うよりも総合的に全体ケアしてあげるのをおすすめします。
肩に常に力が入ってしまっていて、ハンドマッサージ中もうまく腕の力が抜けない方もいらっしゃるんですけれども、今磯美さんはしっかりと力が抜けていて、とても良い状態ですね。この状態でハンドマッサージを受けられると、胴体の筋肉が緩んで内臓が動きやすくなるのか、ゴロゴロ音が鳴ってきたりします。その反応が足つぼよりもハンドの方が強いなといつも感じています。
とうございます。